主人はアメリカの船のお仕事をしてまして、横浜に船が入港した時に、私は友達に誘われてそのパーティーに行ったんですね。でそこで主人と知り合いまして、1956年です5月に横浜で結婚しました。それから明くる年に長男で、2年遅れて長女を出産して、日本の学校に入れたかったんですけど、お父さんが外国籍だと日本は義務教育で取ってもらえなかったのね。それで結局幼稚園の時からインターナショナルに入れたんですけどね。で英語の方が日本語より上手だしするんで、英国連れて帰っても問題ないでしょっていうことで、英国に、来たんですよね。でも初めは子供から半年ぐらい責められましたよね。マミがこんなとこ来てこんなつまんないところっつってリバプールは田舎ですからね。で当時日本はね、若い人ティーンエイジャーにはねボーリングが流行ったんですよ、日本でね。でしょっちゅう遊び友達と行ってたけど、リバプールに来たらそんなところはないんですよ、遊ぶところがね。で友達とは離れちゃったし、で、半年ぐらいやっぱり言ってましたけど、でも今になったらやっぱりマミーの考えは間違ってなかったって、こっち来てよかったって、今日本にいたら卒業して学校からの紹介で勤めても次の仕事は難しかったでしょうって、でそれを分かってくれて、だから2人ともよかったって、こっち来てよかったって喜んでますけどね。で就職結婚しても落ち着いてますからね。友達がロンドン三越が開店したんで、私働いてるからあなたも働かないって言うから、私働きたいって言って、でもなんか平均年齢がね28歳ぐらいだったらしいんですよ。私来たのが40歳ですからね。ここに横浜にいる時に貿易会社行ったけどセールスの方もやってたんで、セールスの経験があるっていうのを友達が言ってくれて、それでじゃあインタビューしましょうってことになってね。それでインタビューに行って、それで採用してくれることになったんですよね。それで三越は6年勤めたんですよね。それでイギリス屋が新しいお店を作るから、そこでアシスタントマネージャーとして移転したんです、転職しました。でそこを63の後期まで勤めて、それでリタイアしました。三越勤めた頃はほとんど農協のツアーの方多かったですよ。なんか土地ブームで買い物の仕方も素晴らしかったですね。ですけどイギリス屋に移った頃はもうバブルも崩壊しちゃって、でやっぱりお客さんも若い層に変わりましたよ。でもう一回来た人はもうツアーで来ないので、勝手が分かるから、もうお土産なんかもそんなに買わなかったですよ。それこそお父さんお母さんにちょこっとなんかカシミヤのもんでも買っていくっていうような感じでね。もう三越の時代とは全然違ってました。やっぱ景気が悪くなるとやっぱ違うんだなっていうのは感じましたね。